どうも、ベトナム在住の浮津です。このスーパーカブね、前回オーバーフローで終わったんで、今日ね、キャブレッター掃除して、あとちょっといろいろ動作確認ね、して完成させたいと思います。キャブレターのオーバーフローね、前回一体何が起きたのか、ちょっと見ていければと思うんですけども、前回ね、コックをオンというか今ガソリンそんなに入ってないんでリザーブにしたんですけど、リザーブにして最初こっちからガソリン漏れたんですよ。でしばらく経ってからね、こっち側から漏れてきたんで、どうであれねキャブレター汚れてると思うんですよね。まあ一旦リザーブしてみます。止まったぞ問題なくなったか。中汚れてたんかな。ちなみに実はね、前回オーバーフローして今日3日、出てきた下から出てきました。3日経ってるんですよ。やっぱり何か起きてますね。これね、ちゃんと原因究明したいんで、まずここ開けるんかな。閉める、開ける。別に対してゴミはない。ここにフィルターあるんでね、ガソリンタンクのゴミはね、そんな簡単に中に入らないはずなんですよ。だからやっぱりキャブが汚れてたんでしょうね。下を先に開けるんだな。ゴミがあった。目視でね、わかるゴミついてるんですよ。こいつか。今度はね、ちゃんともうキャブ外して洗浄します。キャブレターね、中もこうやってね綺麗な感じなんですけども、ゴミがね1個だけついたっていうのが問題だったんですね。さあそれじゃあね、ゴム部品は外してこれやね。中も汚れはないんだけどもね。キャブクリーナー掃除します。半周1周1周と4分の1、半周1周。いや、このメーカーね、この中にゴム部品があることを忘れてました。スプリングでこれね、エアスクリューのところにこんなねゴムが入ってました。さあこれで組み立てれるのかな。さあそれじゃあね、組み立てていきます。ここのゴムの部品ね、ホンダはつ
スーパーカブに限ってはこういうのないですよね。 GN じゃないや CB125T とかはねあるのは知ってたんだけど、締めたとこから半周1周4分の1と、こいつは分からん。それでね、このメーカーセンタっていうんですけどもね、フロートバルブとこの下のゴムね、補修部品ちゃんと出てるんで、今回新品入れます。いや、完成しました。これでね、取り付けです。これね、ここ止める部品がないんで、ちょっと薄い鉄板というほどのものでもないんだけど、こいつでね、ちょっと作ってみます。無理やりね、パンチで穴開けてきました。まあないよりはいいでしょう。さあこれでオーバーフローは大丈夫かな。しばらくねこのまんま置いときます。しばらく置いてたんですけど、ガソリン漏れることもないですね。なんでこいつをつけていこう。ね、さあじゃあちょっとエンジンかけてみましょう。これね、前にカムチェーンテンショナーで変なことしてるんでね、前回の指導で何か異音を感じたんですけど、多分しばらくねエンジンかけてれば止まると思うんですよ。その確認も含めてね、エンジンかけます。キーをオン。チョークは引いた方がいいな。戻した方がいい。
別にここも変な音は聞こえないですね。最初から聞こえなかったのかな、ちょっとよくわかんないんですが、とりあえずねこれで大丈夫です。電装系の確認だ。もう一回エンジンかけてねヘッドライトとか確認していきます。キーをオンでエンジンをスタート。はいで、違う、ローで、はい、OK ですね。ここもね、ちゃんとついてます。映ってんのかな？ウインカーも OK。後ろ側もね、確認していきます。今ポジションがついてブレーキ、リアブレーキ OK、 ウインカーちょっと暗いかな。 OK ですね。いやいやずいぶん長くかかりましたけどね、完成しました。最後にちょっと外でね全体写真を、全体の動画を撮ろうかな。これね、随分と時間かかりましたが完成しました。とりあえずね、これで終わりです。それではまた。